ドマーネの進化が止まんねー。はい、こんにちは。こんにちは。つぶさゆきです。お願いします。はい。というわけで、ね、はい。ドマーネと止まんねーかけてみたんですけれども。ドマーネが止まんねーと。皆さんこれ使ってください。はい、ということでね、トレックのね、新型ドマーネ、ジェネレーション5ですね、が発表になりました。新型の発表会にまた行かせていただいて、で試乗もね、短い時間ですけれども、させていただいたので、どうだったかっていうのをね、ちょっと話していきたいと思います。はい。ただね、最初に一言言っておくと、ドマーネじゃないです。ドマーネじゃない。ではなぜそう思ったのか、製品のね、細かいポイントから、実際に試乗した感想まで交えてちょっと今日は話していきたいと思いますので、ぜひねご視聴よろしくお願いします。お願いします。でまずですね、トレック、どんなメーカーか説明すると、いらないですね。はい、いらないです。説明はいらないと思いますが、超人気なブランドでありまして、僕は勝手にね、御三家と呼んでるんですけれども、アメリカ御三家がトレック、スペシャライズをキャノンでいるですね。間違いないですね。この人気ブランド3つあるんですけれども、そんな大人気ブランドトレックの中のドマーネっていうのはエンデュランスロードという括りになります。より快適に長く走るっていうのを目的にして設計されたバイクっていう感じですね。ただ今までのドマーネってもともとクラシックレースって言われるような路面が悪い場所を走るレースがあって、そこで勝つためにね設計された、なのであくまでもレーシングバイクだったんですよね。でそんな中ね、今回のドマーネジェネレーション5はですね、クラシックレース用のバイクというわけではなくて、一般のサイクリストが一日中快適に走るために設計されたバイクとなっております。なるほど。でっていうのもですね、マドンがトレックのレーシングバイク、マドンですね、軽くて空力がいいっていうバイクが今あるんですけれども、このマドンにタイヤとかですね、最近チューブレスタイヤとかどんどんタイヤが太くなってきていて、快適に乗れるようになってきちゃったんですよ。なるほどね。なのでクラシックレースもそういう太いタイヤを履かせればマドンでいけちゃうと。マドンでいけちゃうっていうので、ドマーネはそのクラシックレース用ではなくて、よりサイクリングにこう全振りしたようなバイクに生まれ変わったっていう感じになっております。はい、ではですね、ちょっと前置き長くなっちゃったんですけども、実際にドマーネがどう進化したのか、話していきたいと思います。一言で言うと、エモンダになりました。エモンダっていうのはね、軽量なヒルクラインバイクだったんですけれども、これマドンに統合されちゃってなくなっちゃったんですよ。そうなんですよ。軽量なマドンができちゃったから、今後は新しくしていかないよみたいな雰囲気なんですけれども、ドマーネがね、もうエモンダになったと思ってもらって大丈夫だと思います。快適なエモンダが生まれた。怒られるかもしれないけど、っていうのもね、かなり軽量化していまして、フレームの重量ですね、フレームとフォーク合わせてフレームセットで、ドマーネ SLR が 1202g、でドマーネ SL が 1492g、でこれ他のバイクと比べてみると、エモンダがですね SLR で 1141g なんですよ。なのでだいぶ差が少ないですね。ちなみにエモンダ SL グレードになると、フレームセットで 1629g らしくてですね、そこはだいぶ軽くなってるね。そうなんですよ。ただ、ドマーネが公表しているのが、ちょっと未塗装なので、プラス塗装分の重量は乗ってくると思うんですけれども、だいぶ差が少ない。そうだね。前作から比べると、305g 軽くなってて、軽量な完成車ですね。最も軽量な完成車で比較すると 950g 軽量化なってると相当軽くなってるいうことなんですよね。ちなみに一番軽いのが、ドマーネ SLR スラムレッドのフロントシングルで組んだ時に 6.63 キロ。軽っ。かなり軽くなりました。今回ね、この軽量化のためにですね、実は今までドマーネにあったいろんなものをね、廃止しております。そうですね。でその廃止したものが一つ目がね、アイソスピード。これはね、ドマーネのアイデンティティであったと思うんですけども、完全に廃止されました。ただですね、このアイソスピードがないと、ドマーネらしい快適さって失われるんじゃないのっていうところがあるんですけども、そこでですね、快適性を担保するために進化しております。なるほど。快適性を保つですね、ポイント3つありますので、これを簡単に話していきたいと思います。
まず1つ目がですね、フレーム。はい。フレームがもう完全に新規設計されております。アイソスピードなしを前提に新規設計されていて、カーボンの素材も変わっていて、OCLV900 です。今まで800だったのが新しく900になりました。っていうのと、タイヤですね。タイヤ幅が最大 40mm のクリアランスを保てるようになっているということで、太いタイヤを履かせましょう。そしたら快適でしょっていう考え方ですかね。では2つ目ですね。タイヤです。今ね、太いタイヤを履かされ快適でしょっていうことなんですけれども、35mm を基準に考えているみたいです。なるほどね。で、ボントレガーのクワレモントっていうタイヤがあるんですけれども、これを使って走ることを前提に設計されているような感じです。なるほど。で、さすがに 35mm は太すぎて、走りがぼってりするんじゃないのって思ったんですけれども、後でちょっとね、話していきたいと思います。そうね。で、もう一点ですね、今度シートポストです。でシートポストも進化していて、より快適さを向上させている、振動吸収性を上げているっていうことみたいですね。ただシートポスト自体は結構丸型で、最近はさ、空力を重視して、エアロっぽいシートポストが出てる中、ドマーネは快適さを重視して丸型。この3点を変えることによってですね、元々のドマーネと同等の快適さを作り上げたっていう感じみたいです。本当かっていうところなんですけれども、トレックね、独自のテストをまたやっておりまして、快適さですね、この振動吸収性とかの変数として、トレックは BB 部分の上下動と骨盤とサドル間の距離の変化、こう振動でずれたりしないかとか、動かないかとか、そういったところを変数としてテストしたところ、ほとんど元々のドマーネと同じぐらいの結果が出たというテスト結果になったそうです。ここまでですね、3つのポイントで快適さを向上させて、かつフレームの新設計でかなり軽量化したっていうのを話してきたんですけれども、他にもですね、いくつか変わっているポイントがあります。で、重要なところだけ話していくと、ダウンチューブのストレージが廃止されました。で、その分フレームバッグをつけやすくした設計になってたりとか、ダボ穴みたいなのがいくつかあって、そういったところで荷物をつけましょうっていう設計になってるみたいです。で、もう一つがですね、ハンドルが変わっております。新型ライザーバーっていうふうに書いてあったんですけども、ちょっとね、こうハンドルがグイッと上に上がるような設計になっていて、ハンドルの高さが高くなるんですよね。このなんで、このライザーバーっていうのを使用するかっていうと、状態を起こすためにですね、ステムを短くしてこう距離を近くすると、ハンドリングが例えば過敏になってしまったりとか、フレームサイズのバランスが崩れるとかっていうことで、このハンドル側で手元をグッと上げるようなライザーバーを採用したということです。あとね、UDH 対応となりました。版画を入手しやすいっていうところですね。これはもう最近どこもそうだなって感じがします。はい、トレックドマーネの進化こんな感じですね。だいぶ変わったね。だいぶ変わりました。発表会で聞いた時に、軽くなったんだなっていう印象が強かったんですけど、実際乗ってみるとですね。ということで市場の感想について話していきたいと思います。ではまずね、よきさんどうだったでしょうか。私トレックユーザーでございまして、現在もエモンダをずっと愛用していて、で去年はずっとねちょっと窓をお借りして窓を乗って、今回新型のドマーネ乗らせていただきました。網羅してる網羅してるんですよ。で今回の試乗会では SLR ハイエンドと SL セカンドグレードどちらも試乗させていただきました。でSLR 乗った時にですね、ハイエンド、感動しました。私はめちゃくちゃ快適なのにすごく軽い。ダンシングした時の振りの感じとかもすごく軽かったし、で本当になんか乗ってて心地いいなっていう風に思いました。足にもねすごい優しかったし、それがねすごく気に入りました。で SLR 乗ってから SL に乗ったんですけど、SLR と比較した時に若干軽量さっていうところに関しては SL はちょっと感じにくかったかな。でも本当にこう総じて、さっきちょっとトミさんも言ってたけど、本当エモンダをマジで快適にしたような、そんなバイクに進化してるかなって私は思いました。なるほど。トミさんはいかがですか。びっくりしたのが、35mm のタイヤを履いてたんですけれども、
普通に軽快に走る。そうだね。全然 28C、30C なんかこう目隠しされても分かんないぐらい35C は普通に速かったなって思いました。僕は基本硬いバイク嫌いで、マドンの SLR はちょっと硬すぎて苦手だったんですけれども、ドマーネはむしろちょっとマイルド、だいぶマイルドな、なんかこうちょっとダンシングキュッてもがいただけでもこうたわみとかのしなりを感じるような感覚があって、まあ今回ねホイールがねセカンドグレードのホイールついてたんですけれども、それがねかなりちょうどいい硬さなんですよ。お借りしてたマドンの SLR にもそれがついていて、僕もねこっそり借りてめっちゃ気に入ってたよね。めっちゃ気に入っててでもまあギュッて踏むとたわんじゃうんだけど、でそいつがついてたのもあって、まあこうちょっとマイルドに感じたかなっていう感じ。ザ・レーシングバイクじゃなくて、少したわみがあって快適性があるようなバイクだなっていう印象がありました。でもねびっくりしたのは SLR の快適さっていうよりも軽さですね。軽いよね。軽快。本当に軽かった。僕乗ったのはスラムの軽量なコンポがついてるやつじゃなくて、アルテグラじゃなかったかな、ちょっと後で確認しますけど、まあ、バチバチに軽い設計ではなかったけど、それでもねめちゃくちゃ軽く感じていいなって思いましたね。なるほど。で SL と SLR の差はあるかっていうところなんですけども、目隠ししたら分かるぐらいにはあると思ったね。SLR がよりやっぱ軽く感じた。そうだね。でも例えば全く同じコンポーネントで、まあ、より軽量なホイール軽量なコンポにしたら差が少なくなると思うんで、そうだね、それはそうかも。僕はその SLA と SLR の差は快適さっていうところはあんま変わらなくて、まあ重量の差は感じたなぐらいですね。はい、まあ試乗した感想はそんな感じでした。本当にエモンダっぽいなエモンダっぽいのが素直な感想で、35ミリのタイヤ履いてるのにすごく軽快で、それが僕は一番びっくりしました。快適も快適だった、ね。快適はめちゃくちゃ快適だった。まあちょっとロングライドしてみないといろいろわからないところもあるけど、で完成車のラインナップ見てみるとこんな感じです。ドマーネ SL グレードがティアグラのコンポーネントで11足で33万9000円からということですね。まあ、ミドルグレード、今のミドルグレードってまあ安いとは言わないけど、まあ、これぐらいの価格かなっていうのが個人的には思います。でハイエンドはドマーネ SLR の185万円がピークかな。フロントシングルじゃない方は185万円までというところで、まあこれはかなり高いけども、そうだね。はい、なんかサイクリングって言ってるんですけれども、まあ全然レースにも使えるぐらいのクオリティのバイクだとは思います。まあもちろんレースだったらマドンの方がもちろんいいのはいいんだけど、まあいろんな要素でまんべんなく使うっていうならこのドマーネはあれじゃないかなって思いました。まあただ UCI はまだ非承認みたいなんで、例えばニセコクラシックみたいなツールド福島とか UCI 基準のレースには出ることは今のところできないみたいですね。最後にですね、エモンダ、マドン、ドマーネ、ヨピさん全部乗りましたけれども、そうですね。どれがいいですか？ぶっちゃけ今の自分の乗り方だとマドンです。マドン。なぜならトミさんと走る時にトミさんが最近どんどん体がでかくなって平坦と下りでついていくのが本当に辛いからより少しでも空力を良くしてトミさんについていきたいので今はマドンです。なるほどね。でも一人でただサイクリングを楽しむ、仲間とツーリングを楽しむだったらドマーネです。やっぱ、マドンはね速いよね。速いの、本当に速いの。本当にね、平坦とかアップダウンとか下りがねめちゃくちゃ速いの。だから男性と、まあ、パートナーと一緒に走ることが多い女性とかはやっぱマドンでなるべくこう一緒にくっついていけると、まあ、楽なんですよ。なるほどね。僕はドマーネが一番好きですね。そうなの。ドマーネが一番いいなって思いました。マドン硬いかったから。マドンは買うなら SL グレードって思ってたんですけど、SLR はね硬すぎてちょっと嫌な硬さ。僕には嫌な硬さ。ヨッピさんはなぜか好きな硬さ。苦手な硬さの方向が違うのかもしれないけど、僕はドマーネがねすごい良かったです。なるほどね。ちょっと柔らかいなっ
ってギュッて踏んだ時は思ったんですけど、それだから足が残るのかなって思ったのはあったんですよね。確かに。ロングライドを楽しむ時にはドマーネいいなって思いました。いやでも本当にねめちゃくちゃいいバイクだったよドマーネ。すごい好きになりました。はい。ということでですね、皆さんもドマーネねぜひ概要欄にねリンクとか多分載せておくので、ぜひチェックしてみてください。はい。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。